皆さんこんにちは、みやまです。今回はじゃじゃーん、こちら外出先で作業する日のバッグの中身をご紹介したいなと思います。でさらにですね、今回はいつも愛用しているこちら阿蘇さんのタフトポーチにですね、なんと新作が出たということで、じゃじゃーん、こちらの新作タフトポーチシリーズとのタイアップコラボの内容となっておりますので、ぜひ参考にしてみてください。ちなみに新作のタフトシリーズに使えるクーポンについても今回ご用意いただいたので、気になった方はぜひ概要欄からチェックしてみてください。ということで、まずはバッグの方を紹介したいなと思うんですが、このバッグが14インチの MacBook も入るサイズ感のもので、かつ街が広めのものを探していた時にドンピシャでいいのが見つかって試しに買ってみたんですが、もうこれが最高なんですよ。脂肪加工のレザー素材でできていて、しかもこの脂肪加工がツヤ感がないマットな仕上げの脂肪加工になっているので、結構高見えしてくれるんですよね。でバッグのこの持ち手に関してもめちゃくちゃ良くて、まず結構太めなので肩に食い込みにくいんですよ。で持ち手の根元に関しても遊びがある感じで、こういろんな角度に曲がってくれるので、背負う時も楽ちんですし、下ろす時とかもバッグに結構変な負荷がかかりにくいような感じなので、その点でも非常に気に入ってます。でさらに私はこの肩掛けの持ち手に加えて、マーク・ジェイコブスで売っているこちらのですね、ショルダータイプのストラップも別途つけています。結構デザインが派手めでかっこいいっていうのと、地下鉄とかが満員状態の時とか肩掛けしてると隣の人にぶつかって結構邪魔になったりするので、そういう時はこのショルダーベルトでこういう風に斜め掛けして自分の体の前にバッグを持ってきて、こう電車の中で移動するみたいなことがあったりするので、その点でもですね、このマーク・ジェイコブスのショルダーストラップには結構助けられてますね。であとバッグにつけているものとしてはこちらですね、このシルバーの大きめの輪っかなんですが、これはクリッパーと呼ばれるバッグハンガーですね。カフェとかご飯屋さんでバッグを置く場所がないよという時はですね、このクリッパにバッグを引っ掛けてあげて、あとはデスクとか椅子とか、どこでもいいんですけど、何かしらの隙間にこういう風にスッと置いてあげれば、バッグを床に置かずにこういう風に吊り下げた状態で収納できるよっていう便利アイテムなんですよ。私はこのクリッパすぐ使えるように、ここのバッグの近くにさらにですね、別途ちっちゃめの丸型カラビナをつけて、でそこにクリッパをこんな感じでスッと通して、ちょっとアクセサリー風というかキーホルダー風ですねになるような感じで、こうやってバッグにぶら下げていつも持ち歩いてます。はい、ということで本題のバッグの中身をご紹介していきたいなと思うんですが、まずはこのバッグのサイドについている外ポケット2つの中身からご紹介したいなと思います。実はこのバッグ、このサイドについている外ポケットがめちゃくちゃ大きいんですよ。容量もだいたいこれぐらいですかね。結構幅広めのポケットになってます。全部で1,2,3,4個アイテムが入ってるので、それぞれご紹介していきたいと思います。で外ポケットの中身1つ目がこちらですね。これがアルコール消毒液を入れたスプレーボトルになります。これ簡単に中身が詰め替えられるようになっていて、香水を入れるのにも使うことができるタイプのスプレーボトルですね。こういう風に繰り出すことで初めてスプレーをプッシュできるようになるような仕組みなので、バッグの中で勝手に中のスプレーがこう噴射されちゃうっていうことがないんですよね。その点でも非常に気に入ってますし、スプレーも結構しっかり量が出るような感じになってます。続いてこちらがモバイルバッテリーですね。マグセーフ対応のものでめちゃくちゃ薄型なんですよ。これ1個で 5000mAh の容量があるので、外出先でちょっと iPhone の充電が心もとなくなった時とかはこれを使うような感じにしています。続いてこちらがワイヤレスイヤホンですね。ソニーのリンクパッツ S になります。これ気軽に使えて、で外音取り込みも超優秀で音質もそこそこ良くてっていうことで、すごいバランスのいいワイヤレスイヤホンなんですよね。なので外出するバッグにはよくこれを入れておくことが多いです。でこちらのちょっと個性的な柄のポーチが古代メキシコ店に行った時に購入したポーチですね。でファスナー部分がこれちょっと小さめなので開けやすいように最近めちゃくちゃハマっているちいかわのキーホルダーつけてます。でこのポーチの中身がこちらですね。有線イヤホンセットになります。最近公開した
2024年ベストバイ動画でもご紹介したアイテムですね。この一式があると iPhone でもう簡単に高音質に音楽が楽しめるっていうようなセットになってます。移動時間が長い時はこちらの有線イヤホンで音楽を聴いていることが多くて、結構乗り換えが多かったりとか、あと移動時間が短い時とかはやっぱりワイヤレスイヤホンの方が機動性が高いので、こっちのソニーのリンクバッツ S で音楽を楽しむみたいな感じで使い分けてます。続いてはこちら左サイド側の外ポケットの中身ご紹介していきたいなと思います。一つ目がこちらですね。これ何かと言いますと、こんな感じで iPhone の背面にピタッとマグセーフでくっつけて使えるタイプの、三脚スタンドですね。食事中とかに動画を見る用の iPhone スタンドとして使うこともできますし、あとここのですね三つ足の部分は三脚風に広げることもできるので、撮影の補助に使うみたいなこともできるようになってます。あと iPhone にくっついているここの丸い部分なんですけど、ここに関してはなんとですね、こんな感じでこういった金具部分にカチッと引っ掛けてぶら下げておくこともできるようになってます。で、外ポケットの中身2つ目がこちらですね。これエコバッグになります。どちらもシュパットから発売されているエコバッグなんですけど、結構広げやすくて畳みやすいんですよね。こっちはちょっとちっちゃめサイズになっていて、コンビニで買ったものだったりとか、あと単行本サイズの本とかですね、こちらのちっちゃめのものに入れることが多いです。で、こちらはちょっと大きめタイプですね。これ使うときはここの取っ手の部分を持ってあげて、あとはこうギュッと絞ってあげたら、こんな感じで丸型のちょっと大きめのエコバッグに早変わりしてくれるような感じになってます。スーパーの買い物に関してはこのエコバッグ使うことが多いですかね。で、このエコバッグ畳むのがめちゃくちゃ簡単で、ここの両サイドをですねピッと引っ張ってあげると、こうやってもうすぐ一直線のこの状態に戻ってくれるんですよ。あとはこれ半分に畳んであげたら、ここくる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 って巻いてボタンで留めてあげるだけなので、これだと容量もたくさんあって、畳むのもあと広げるのも簡単っていうのがあるので、ずっと長いこと愛用してます。で、外ポケットの中身最後がこちらですね。じゃじゃーん。この季節には欠かせないカイロになります。私春タイプのカイロを持ち歩いていて、映画館とかたまにすっごい寒い時があるので、そういう時はこれをですねお腹にペタッと貼って暖を取るっていうような感じにしてます。続いてはこちらメインのバッグの中身の方をご紹介していきたいなと思います。だいたいパソコンを入れてる日は本当もう中身パンパンに詰め込んでるような感じですね。まずは一番大きいこちらですね。パソコンの方からご紹介していこうかなと思います。パソコンケースに関しては私はスクリーンのものを使ってますね。これなんとかつて映画館で使われていた映画を映写するスクリーン部分を再利用して作られたパソコンケースなんですよ。リサイクル素材なのでもともと汚れがついてたりとか、あと結構汚れやすかったりするっていうのもあったりはするんですけど、クッション性についてもある程度しっかりしているっていうこともあるので、バッグの中に入れて持ち歩く分にはもうこれで全く問題ないかなっていうような感じですね。で、パソコンケースの中にはパソコン本体と、あとこちらのちょっと派手めのクリアケースと、あと文庫本を入れてあるような感じですね。で、まずはこちらのパソコン本体についてですね。ちょっとケースをつけていて分かりにくいかなとは思うんですが、MacBook Pro 14インチを使っています。確かチップは M1Max チップで、SSD 以外はフルスペックにしていたかなと思います。で、MacBook の裏面にはモフトのスター・ウォーズコラボのスタンドをつけてるような感じですね。ここが両面テープになっていて、もうピタッと貼り付くタイプのスタンドになってます。で、表面にはプラスチック系のマット素材のカバーを上からカポッとかぶせているような感じですね。で、自分の推しの K-POP 系グループのシールとかをこんな感じでペタペタ貼ったりとか、結構派手派手にテンションが上がるような感じの見た目にして使ってます。で、パソコンケースの内ポケットに入れていたこちらの派手派手のクリアファイルは、相田誠さんのイラストが描かれたクリアファイルですね。これ確か大昔展示会かなんかに行った時に買ったやつだったかなと思います。で、このクリアファイルの中にはこちら MacBook
Pro 14インチ用の覗き見防止フィルムがこんな感じでいつも挟んで入れてあります。こちらの覗き見防止フィルムが結構優秀でして、ここの上の部分にマグネットが仕込まれているので、簡単にディスプレイに付け外しができるような感じになってます。斜めから見たらもうこんな感じで真っ暗なんですけど、正面から見るとちゃんとここの画面の内容が見えるっていうような感じになってます。で、パソコンケースと一緒に持ち歩いていたのがこちらの文庫本ですね。勉強することで人は何を得て何を失うのかみたいな感じのことを哲学的に語ってる本なんですけど、日頃から結構勉強するのが好きみたいな方にはおすすめの本なんじゃないかなと思います。で、付けているブックカバーは阿蘇さんから発売されているクリアブックカバーフォグの文庫サイズですね。単行本サイズとか四六版サイズとか、あと新書サイズとか、本の大きさに合わせてサイズも選べますし、あとカラー展開も結構豊富なんですよね。で、表紙に付けてるのはここ付箋ですね。読書用の付箋として使ってます。これ裏面に両面テープが付いてるので、ブックカバーの好きなところにこんな感じでペタッとくっつけて使うことができる便利な付箋になってます。続いてもせっかくなのでちょっとパソコンに関連したアイテム系をまとめてザザッとご紹介していこうかなと思います。まず一番右側のこちらのポーチがですね、阿蘇さんのタフトポーチの L サイズですね。割と最近出たタイプのポーチになります。で、まずこのファスナーにつけているこちらのアイテムなんですが、これが充電ケーブルなんですよ。こんな感じで上にカラビナフックがついているアダプターに短めの USB-C ケーブルが刺さっているような構造になってます。しかもこのケーブル充電速度も結構速めなので、その点でも非常に気に入ってます。で、タフトポーチ L サイズの中身がこんな感じの内訳になってます。まず一つ目、このマウスがちっちゃいのにめちゃくちゃ高性能でして、ファンクションボタンもいくつか搭載されていますし、アプリごとにカスタマイズとかもできるようになっているので、外で動画編集する場合もこのマウスさえあれば作業が効率化するっていうことで非常に助かってます。で、なんとこちらのマウスなんですが、このタフトポーチ L サイズに付属しているこの内ポケットがあるんですけど、この内ポケットにジャストフィットなんですよ。こんな感じで綺麗にすっぽり収まってくれるんですよね。で、しかもですね、なんとこの内ポケットなんですけど、わかりますかね、手前側だけちょっと斜めに短めにカットされてるんですよ。だから中に何が入っているのか一目でわかりますし、あと手前側が短いことでここの中身が取り出しやすくなってるんですよね。もうこの点でも非常に便利で気に入ってます。で、続いてこちらのアイテムなんですが、これが何かと言いますと、このですね、マウスのためのレシーバーですね。このロジコイルのマウス、Bluetooth 接続だけでも使うことはできるんですが、レシーバーがあった方がよりですね、遅延がなくスムーズな操作感になるっていうのがあるので、私はレシーバーも一緒に持ち歩くようにしています。続いてがこちらのセットですね。これも変換アダプター系のアイテムになってまして、このストラップの先端についてるやつが、USB-C ケーブルをマイクロ USB に接続するタイプのアダプターですね。で、こちらの方についてはこんな感じで USB-C がついているタイプの SD カードリーダーになります。UHS-2 規格対応のカードリーダーなので、めちゃくちゃ爆速でデータ移行ができるようなタイプのカードリーダーになってます。こちらが USB-C で接続するタイプのハブですね。PD 充電対応の USB-C ポートと HDMI ポートと、あと USB-A のポートがついてます。続いてがこちら充電器ですね。電源プラグが折りたたみ式になっていて、ポートに関しては USB-C ポートが2つ搭載されてます。で、単ポートであれば最大 65W での充電が可能なタイプの充電器ですね。で、こちらがですね、最近話題の繰り出し式のUSB-C ケーブルですね。これケーブルが繰り出し式になってるので、使わないときはもう本当に簡単に収納することができるような感じになってるので、最近はこちらのケーブルを持ち歩くことが非常に多いです。L サイズのポーチの中身が紹介し終わったので、続いてはこちらですね。このちっちゃめのポーチの中身も紹介していきたいなと思います。こちらのポーチがタフトポーチミニの S サイズですね。ここの上の部分にカラビナが付けれるタイプを私は使用しています。こちらのポーチの中身は、私は記録媒体系を入れてありまして、まずこちらがポータブル SSD ですね。だいたいこの中に動画ファイルを入れて、でパソコンにつないでもうそのまま編集しちゃうみたいなことも多いです。で、このポータブル SSD をパソコンに接続するときによく使うのが
このアンカーのケーブルですね。サンダーボルト4対応のケーブルでして、このケーブルちょっとお値段お高めではあるんですけど、もうめちゃくちゃデータ転送の速度が速いんですよ。で、それでいて充電も爆速でできるっていうような超万能ケーブルなので、これ1本は必ずですね、持ち歩くような感じにしています。で、続いてこちらのちっちゃくて可愛いポーチがタフトポーチミニの SS サイズですね。これも割と最近発売されたばかりのサイズのものになります。このポーチの中にはですね、動画編集の時によく使っている有線タイプのモニターイヤホンを収納しています。高音質なんですけど、音作りは結構フラットな感じで、音がもうそのまま飾りっ気なくこうパッと聞こえてくるような感じなので、動画編集向けなんですよね。なのでパソコンと一緒にこれよく持ち歩いていることが多いです。で、今紹介した L サイズと S サイズと SS サイズは全てパソコン周辺機器が入っているんですよね。なのでこの3つのポーチ、私同じタイミングで一緒に使うことが多いんですよ。なのでこちらのですね、タフトポーチの L サイズに取り外し可能なループがあるんですけど、このループをですね、私はこんな感じでちっちゃめポーチの2つに通してあげて、パチッとくっつけて、じゃじゃーん、バッグの中で3つのポーチが迷子にならないように、ここのループを使ってまとめてあげるような感じにしてます。これ結構便利なんですよね。もうタフトポーチのこの3種類のうちの1つでもバッグの中でこうやってギュッて掴めたら、あとはもうそのまま他のポーチ2つも引っ張り上げることができるので、この使い方結構おすすめだったりします。じゃあ続いてもせっかくなので、ちょっと仕事に関連したバッグの中身の方をご紹介していこうかなと思います。まずはこのファイルの方から紹介していきましょうか。これがですね、A4 サイズのファイルになっておりまして、中身がこんな感じですね。まずここの右側の表の部分なんですけど、ここに関しては今使いたいコピー用紙っていうのを1枚ここの留め具でこんな感じでカチッとずれないように留めてあげることができるようになってます。で、ここ紙1枚めくったらすぐファイルの少し硬い面が登場するようになってるので、このまま書きたい文字をさーっと書くことができるっていうような感じですね。で、私の場合は外出先でも結構紙で考えをまとめたりとか、あとその日のタスクを全部ここにバーッと書き出したりみたいなことが多かったりするので、このコピー用紙めちゃくちゃ重宝してます。で、書き終わった紙に関してはここからこんな感じで外してあげて、この左側のポケットの方に、とりあえず一時保存しておくみたいな感じの使い方が多いですね。で、また新しい紙に関してはここの後ろ側から紙を1枚取り出してパチッと留めて使ってあげるみたいな感じで使うことができるようになってます。ちなみにここの部分に関してはよく使うペンとかをこんな感じで収納してあげることもできるようになってます。で、このファイルと一緒に、もしくはこのファイルの間にこんな感じでよく挟んで持ち歩いているミニファイル系があるんですけど、それがこの2つですね。で、このちょっと縦長のファイルに関してはダイソーで購入したものですね。中身はこんな感じで予備のマスクが入れてありますね。で、こちらがですね、英語サイズのファイルになっておりまして、無印良品から発売されているものですね。私はこのファイルには、映画館でもらった特典系を折れないように挟んで収納してますね。しかもこれ英語サイズなので、もうちょっとちっちゃいサイズのバッグとかにもそのままスッと入れておけたりするので、よく映画に行く方はこういうファイル1個持っておくと結構便利でおすすめです。で、続いてのアイテム、こちらが筆箱ですね。私は阿蘇のタフトポーチのロングサイズを使用しています。これも割と最近出たばっかりのタフトポーチシリーズのアイテムなんですけど、サイズ感が絶妙なんですよね。外出用の筆箱としては大きすぎず小さすぎずちょうどいいような感じのサイズ感になってます。で、中身はこんな感じですね。消しゴム、シャープペンシル、あとフリクションとフリクション用の消しゴム、油性ボールペンと、あとこちらが極細タイプのマッキーですね。で、この中で一番おすすめのもので言うとやっぱりこの消しゴムですかね。これちょっと変わった消しゴムでして、中に磁石が練り込まれているんですよ。なので文字を消した時の消しカスがですね、なんと磁石にくっついてくれるんですよね。で、消しゴムのこのお尻の部分に磁石がついているので、こんな感じで出た消しカスをここに磁石でピタッとくっつけることができるんですよね。で、ここにくっついた消しカスはこのですね、専用ケースをかぶせてあげることで、ここのケースの中に溜まる
るような仕組みになってます。外のデスクでも綺麗に使うことができるんで、その点でも非常におすすめですね。そしたら続いてはこちらの水筒をご紹介しようかなと思います。この水筒何がいいかと言いますと、この内側なんですよ。なんとこれ内側がですねテフロン加工されておりまして、お水とかあと白湯とか入れた場合でも金属っぽい味にならないんですよね。そのまま美味しいお水として美味しい白湯としてごくごく飲むことができるっていう点で非常に気に入ってます。で続いてはこちらの折りたたみ傘ですね。この傘がですね何よりも軽いんですよ。しかもこれ日傘雨傘兼用になっているので、夏も冬ももうほんとオールシーズンいろんなシチュエーションで使えるタイプの傘なので、結構ちっちゃめのバッグの時でもこれは一緒に入れていることが多いですね。そしたら続いてはこちらのマーベルポーチと、あとこれですね、ちょっとセーラームーンの可愛いキーホルダーがついたこちらのポーチ2つ紹介していきたいなと思います。こちらのポーチは日用品とかあと化粧品とかちょこちょこ入れてるような感じのポーチですね。ポーチの中身ざっと内訳はこんな感じですね。まずこちらがはい、携帯用の粘着コロコロシートになります。私の場合服が結構黒くてホコリが目立つことが多いので、外出先でも使う機会が非常に多いですね。でこちらのワンちゃんの形をしたアイテムがヘアクリップですね。こんな感じで簡単に前髪とかをパチッと留めておけるタイプのクリップになってます。でこちらのですね乱雑に開けられた黄色いアイテム、これはリポソーム型のビタミン C ですね。結構外出してる時とかビタミン C こまめに取るようにしていて、特にリポソーム型は体の中に留まってくれる力も強いということで、なるべくビタミン C 取る時はこのリポソーム型を選ぶような感じにしてます。でこちらがフッ素配合のガムですね。味もすごいシンプルで食べやすくて気に入ってます。でこちらがロムアンドのリップカラーですね。普段マスクしてることが多いのであんまりリップカラーは塗らないんですが、急遽人と会わなきゃいけない時とかは、一応大人なので、ちゃんと塗ったりした方がいいかなということで1本は持ち歩くような感じにしてます。でこちらがヘアケアスティックですね。前髪とかあと髪の分け目から飛び出しちゃった細かい毛とかをこれでさっさっさっと簡単に撫でて留めておくことができるっていうタイプのヘアケアスティックになります。でこちらがヘアコームですね。もう本当に一般的なプラスチックでできたタイプのヘアコームになります。でこちらがミラーですね。こんな感じで鏡になってます。ちょっとした化粧直しとかあと髪の毛直したりとかに使えるようなタイプの小型ミラーですね。でこのミニポーチがですね、確か100均で買ったやつだと思うんですけど、こちらのミニポーチの中にはコンタクトレンズが入れてあります。よく使う普通のコンタクトレンズの予備と、あとよく使うカラコンの予備ですね。これを入れて持ち歩いてます。続いてこちらのポーチですね。これはタフトポーチの M サイズのポーチになります。最近ですね、ここの上にファスナーがついているタイプのタフトポーチも登場しました。真ん中にファスナーがついてるタイプよりもこの上にファスナーがついてるタイプの方がより物がたくさん入れやすいような感じになってます。でこのポーチのこのサイドループには私はセーラームーンのミニケースをつけてます。でこのケースの中にはですね、こんな感じで耳栓が入れてありますね。ライブ用音楽コンサート用の耳栓になります。この現場ちょっと音が大きすぎるなみたいな時は必ずこの耳栓をつけて騒音性難聴とかにならないように気をつけてます。でポーチの中身はこんな感じですね。こちらのスターウォーズのカンカンには薬類を入れてます。でこちらは絆創膏ですね。クロミちゃんコラボの絆創膏なんですが、幅広の普通の柄の絆創膏とかもまとめて一緒にここのケースの中に入れておくような感じにしています。次はですね、こちらこのルセラフィムコラボのチェーンにつながれているよいしょこの子たちですね。この辺のアイテムをまとめてご紹介しようかなと思います。でこの4アイテムがどれもですねめちゃくちゃ高頻度で使うアイテムになってまして、バッグの中で迷子になると困るんですよね。なのでこのチェーンにつないでおいてバッグの中に入れておいても見つけやすいようにっていうような感じにしています。でまずこちらが見た目に一目惚れして購入したミニポーチ兼キーケースかなと思います。一応外側にこんな感じでちょっとちっちゃめのポケットとかもついてるようになっていて、で私は使ってないんですが内側にこんな感じで鍵を引っ掛けておくためのキーリングも搭載されてます。で中身はよく使うリップ
プクリームとちょっとしたカードを入れていて、これがですねひっくり返すと裏側がミラーになっているタイプのカードですね。続いてこちらのアイテム、これがですねポケットティッシュ用のケースになります。ポケットティッシュって割と生活感が出やすいアイテムだと思うんですけど、これに入れてあげるとかなりおしゃれな感じで持ち運べるっていうこともあって非常に気に入ってます。でこちらがですねめちゃくちゃお気に入りのゴミ箱ポーチっぽいですね。飴とかガムの包み紙だったりとか、いらないレシートとか、使い終わった後のアルコール除菌シートとか、そういったちょっとしたゴミっていうのをここの中にポイッと入れておけるタイプのゴミ箱ポーチとなっております。ここの上の部分にカラビナがついているので、バッグに直接吊り下げてあげることも可能になってます。でしかもですねこの表側のグレーの面はリフレク素材になっているので、夜道とかで自転車のライトとか車のライトとかでピカッと反射して光ってくれるので、安全性を担保してくれるっていう点でも気に入ってますね。で続いてはこちらですね、タフトポーチ M サイズの真ん中ジッパータイプになります。これもですね上の部分にこんな感じでカラビナが付けられたりとかして、結構持ち運びもしやすいような感じになってます。で私はこちらにはこんな感じでアルコール除菌ウェットシートを中に入れて使ってます。タフトポーチすごい撥水性も高いですし、あとここのファスナーが止水ファスナーになってるので、中に入れたものが乾きにくいんですよ。アルコール除菌シートみたいな結構揮発性が強いものでも潤いを保ったままずっと長期間使ってあげることができるので、私はこのホワイトタイプの M サイズはもうアルコール除菌シート入れ専用な感じにしてますね。続いてはこのバッグの内ポケットに入れているアイテムをもうザザッと一気にご紹介しちゃおうかなと思います。実はこのバッグ内ポケットの数がめちゃくちゃ多くてですね、まずジッパー付きのちょっと大きめの内ポケットが2つで、なんとですねこのジッパー付きポケットの間もさらに普通のポケットとして使うことができるようになってます。で反対側にはこんな感じでちょっと深めのスマホだったりとかお財布だったりとかをさっと入れておくことができるような内ポケットがついてるような感じですね。で内ポケットの中身がこんな感じになってます。まずこちらがハンドタオルですね。大好きなスター・ウォーズデザインのハンドタオルになってます。でこちらのマーベルロゴがババーンと入った青いケースなんですが、これはメガネケースですね。震災以降メガネはなるべく外出するときは持ち歩くような感じにしています。で確かゾフで買ったスパイダーマンコラボのメガネだったかなと思います。でこちらがハンドクリームとペーパーソープになります。無香料無着色ですごい使いやすいハンドクリームでして、多分性別年齢に関わらずいろんな方に使っていただきやすいタイプなんじゃないかなと思います。でこちらがですね紙タイプの石鹸が中に入っているっていうタイプのアイテムですね。もう最近だいぶ少ないんですけど、たまにトイレに行くと石鹸ないみたいなことがあったりするので、その時によく使ってます。でこちらがキーケースになります。私はですねこのタフトポーチミニの SS サイズをキーケースとして使用してますね。タフトポーチのこのループの部分には最近見つけてお気に入りのこの刺繍が入ったワッペンタイプのキーホルダーをここに目印としてつけてますね。で鍵についてはこのポーチの中に入れてるんですけど、これポーチを開けた状態でもこんな感じで鍵が落ちないようにできるんですよ。というのもこれタフトポーチの中にちょっとちっちゃめのこのロゴ入りのタグがついているんですよ。なのでこのタグにキーリングとかあとカラビナをつけたエアタグとかを私はぶら下げるような感じにしています。なので万が一ここのジッパーを開けっぱなしにしたとしても、ここのですねタグに鍵とか全部引っかかっておいてくれるので結構安心感があるっていうような感じですね。でキーケースの中身はこんな感じですね。鍵類については全てですねこの細めのキーリングに通すような感じにしてます。で紛失防止のエアタグに関してはベルキンのケースにしまった上でナイトアイズのちょっとちっちゃめのカラビナに通してあげてるっていうような感じですね。で続いてこちらがザ・リッチのカードケースですね。ここのですねちょっとくぼんでいるところを指でグッと押してあげた後にここをですねグッとつまんであげることで中身が簡単に選べるようなタイプの
カードケースになってます。このカードケースにはよく使うクレジットカードプラスこれですね、紛失防止トラッカーを一緒に入れるようにしてます。アンカーから出ているタイプのトラッカーなんですけど、これほんとめちゃくちゃ便利なんですよね。ほとんどクレジットカードぐらいの薄さしかないので非常に気に入ってます。でこちらは現金用のお財布ですね。こちら側にお札、こちら側に小銭が入れられるような感じになってます。小銭入れもですねちっちゃいんですけど割と広めにガバッと開いてくれるので結構使いやすいんですよね。でこのお札入れの方に関してはこうやって開いてあげるとここにカード類も入れられるようになってるんですよ。で私はここに身分証系のカードだったりとか、あとこちらマルチツールカードですね。線抜きになってくれたり、あとボルトを締めることができたりとか、あとここがドライバーになってくれたり、あとここが定規にもなってくれたりみたいな感じの便利なアイテムになってます。であとこの現金用のお財布にも紛失防止用のエアタグはしっかり装着してあります。でバッグの中身最後のアイテムがこちらカードケースフレファイルですね。コラボアイテムとして阿蘇さんと一緒に作らせていただいたものなんですけど、中にこんな感じで仕切りが搭載されているので外側をですね軽くこうやってつまんであげて、でこの仕切りをですねこんな感じで移動することで割と中身がさっと取り出せるような感じになってます。私の場合は片側には映画の半券で、もう片側にはクオカードだったり名刺だったり、あと割引券だったり予備のお札だったり、あとこの紛失防止トラッカーだったりをまとめてザザッと入れるような感じにしています。で反対側には一応ですねカードが2枚入れられるようなスリットも搭載しておりまして、私はこちらにクレジットカードの予備をこんな感じで挿して使っています。はい、ということで今回は外出先で作業をする日のバッグの中身ご紹介しましたがいかがだったでしょうか。少しでも参考になっていれば幸いです。今回も長々とご覧いただき本当にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。みやまでした。バイバーイ。